アルピニストファンの皆様、お待たせしました。今回は成功のアルピニストを紹介したいと思います。これまでね、マーベルとかキングセイコーとか1950年代60年代、そして1970年代半ばぐらいまでね作られたモデルばかり紹介してたんですけれども、今回はアルピニストということで、現行でも手に入る、今でも新品が手に入る時計を紹介したいと思います。厳密に言えば今はもう、一番最後の SARB017、今画像で出てるモデルなんですけれども、これはカタログ落ちしてしまってまして、おそらく2018年をもって廃盤になってるんじゃないかなと思うんですけど、ただね新品で、Amazon とか出てますし、まだね手に入る時計ではあります。でアルピニストという、名前の通りですね、こちらは登山での使用をイメージした、普通のモデルよりも防水性の高い仕様になってます。で、そうしたね防水性の高さとか、タフさをね分かりやすい形で表現するために、アルピニストっていう名前がね最初は使われてました。で今ではスポーツモデルというとですね、かなり、ビジネスでも、プライベートでも使われる一般的なスタンダードなモデルで、しかもねダイバーなんてだいぶ人気があるみたいなんですけども、こちらのアルピニストはですねもうかなり古いペットネームです。最初に使われたのが1959年と言われてます。で、1959年から現在までずっと作られてきたわけではないんですよね。初期世代っていうのがあって、これが1959年から1960年代の中頃までまず作られました。でそれから30年ぐらい間が空いて1995年にアルピニストが復活して、現在まで、2018年までね限定も入れたら2019年、今年まで作られているモデルになります。セイコーの腕時計の中でもモデル名を聞いてパッと腕時計がどんな特徴があるかっていうのがイメージできる、数少ない時計のね一つかなと思います。でそういう個性の強さもあって、日本でもね人気があるんですけれども、海外でもですねアルピニストファンっていうのがたくさんいて、いろんな人から高い評価を受ける時計になってます。歴代のアルピニストを一覧にしたのが次の図です。で最初が1959年のローレルアルピニストから始まります。それでローレルアルピニスト、チャンピオンアルピニスト、チャンピオン850アルピニスト、この3つについては特別仕様としてのアルピニストなんです。モデル名でアルピニストっていう時計が存在したわけではなくて、ベース機ですね、それぞれローレルチャンピオン850っていうベース機があって、その中のラインナップの一つとして特別仕様の防水性の高いアルピニストっていうモデルがありました。でそれから、チャンピオン850のアルピニストが、生産を終了してから、おおよそ30年経ってから1995年にアルピニストというモデル名で、腕時計が出ます。この時出たモデルが 4S アルピニスト、これは自動巻きの時計です。でその後 8F アルピニスト、こちらはクォーツで、それから 6R アルピニスト、こちらも自動巻きの腕時計です。そういう形でつながっていきます。それで何をもってアルピニストっていう腕時計とするかっていうのは、いろいろね考え方はあると思うんですけれども、今回は最初の画像でも出てきたアルピニストのロゴが入ってるかどうかっていうね、アルピニスト、A のところが伸びてて T のところも伸びてるアルピニストのロゴですね、あれが入ってたらアルピニストっていうシリーズのね一つのモデルっていうふうに今回は考えました。でそこからは外れるんですけれども、アルピニストっていうシリーズと関係が深いモデルが2つあります。で1つが、スポーツ200モデルって言われるもので、それからアルピニストデジタルって言われるもの、この2つは今回はねアルピニストのシリーズには含めてないんですけれどもね、関係が深いので少しだけ触れたいと思います。それではね、ちょっと順番にシリーズのモデルを紹介していきます。初代のモデルがローレルアルピニストです。でこれはベース機となるローレルの特別仕様なんですけれども、はっきりねいつからこの特別仕様のアルピニストが生産されていたかっていうのは資料がなかなかなかったんですね。最近セイコーが記事として1959年からっていうふうにね出したり、それから
アメリカ限定のアルピニストで、限定数が1959、これは最初にアルピニストが作られた年ですよっていうことでその数が決まったんですけれども、そういうふうな公式発表があってね、1959年から続くモデルだっていうことがね、はっきりしました。特徴は山の形をした山形の大きなアワーマークで、この時代には珍しくね夜光が貼られてます。針もドルフィン針って呼ばれるような太い三角形の針になってます。全体的にね力強いデザインで、画像右下にね背当て付きのベルトが、ついてると思うんですけれども、ちゃんとアルピニストっていうロゴも入ってますね。これと合わせて売られてたようです。で 6G1 にはアルピニストのロゴマークがちゃんと入ってて、ちょっと堂々としたね、威張った感じになってるかもしれないです。ローレルっていうのは初めてセイコーが作った腕時計でも使われてた名前です。でその後ね何度も使われてきた伝統のあるペットネームなんですけども、このローレルっていうのは、マーベル、これは諏訪製鋼社が作ったモデルですけれども、そのマーベルの普及モデルとして作られたモデルです。でそう聞くとね、このローレルっていうのは諏訪製鋼社製なのかなってね思う人もいるかもしれないですけども、ローレルアルピニストっていうのは第二製鋼社のモデルなんです。で諏訪がマーベルからクラウンに生産を切り替えて、そのねローレルを作る余裕がなくなって、でそれで第二製鋼社でもねローレルって作ってたんですよね、実はというと。でその時に、第二製鋼社がローレルを作るようになって、その中で出したのがローレルアルピニストです。で続いてチャンピオン、それからチャンピオン850のアルピニストっていうのが作られます。でこれはねデザインも似てますし、チャンピオンの後継モデルがチャンピオン850なのでちょっと一緒にね紹介しています。デザインはシンプルなものと今画像のようなね、文字盤のものが2種類あるんですけれども、チャンピオンアルピニストって言われて、イメージするのが今のね画像のような方をイメージする方が多いと思うので、こちらをね中心に紹介したいと思います。デザインは外周に黒の円があって、それから各時間のところですね、そちらが白斑点されてます。そして1211は山形で、さらにね白黒で反転されてますね。そういったちょっと特徴的なデザインになっていて、さらに中心から放射状にこう線がこう伸びてますよね。とてもスポーティーなデザインだと思います。このモデルから裏蓋には山マークがつくようになります。左下の画像で出してますけれども、この山マークがこれ以降のアルピニストっていうシリーズでは、共通して使われていて、シリーズのね一つの特徴になってます。この後チャンピオン850のアルピニストが出ます。デザインはチャンピオンアルピニストを踏襲してまして、違いというと14から22までの数字がそれぞれ打たれて、24時間表示の数字が増えている部分です。それ以外はねほとんど一緒だと思います。で現代のアルピニストではインナーベゼル、それから回転ベゼルっていうのが採用されてるんですけれども、この時のねチャンピオンアルピニストのこの外周の黒い円状の部分ありますよね。これが、現代的にアレンジされてそういう形で表現されたものと思われます。加えてシンプルなチャンピオンアルピニストについても紹介しておきたいと思います。で、見てもらえば分かると思うんですけど、文字盤の 6G1 にアルピニストっていうロゴが入ってますね。はい、ただねそのロゴを除けばですね、他の時計と区別するのはなかなか難しいぐらい、一般的な時計のデザインかなと思います。ただ裏蓋にちゃんと山マークが入っていて、これはアルピニストですよっていう主張はねしっかりされてます。最初に紹介したチャンピオンアルピニストのデザインとこちらのシンプルなアルピニスト、どちらが人気があるかといったら最初のスポーティーなデザインの方がどうしてもね人気がありますね。チャンピオンアルピニストが作られて、それからねアルピニストっていうペットネームは途絶えるんですけれども、それから約30年して1995年に 4S アルピニストっていうのが登場します。でここではムーブメントが使われてたのが 4S15 なので 4S アルピニストっていうふうに呼んでますけれども、海外ではレッドアルピニスト、文字盤の
アルピニストロゴが赤い字で書かれてますよね。なのでレッドアルピニストっていう愛称でねこちらのモデルは呼ばれてます。でバリエーションは3種類ありまして、文字盤の色は黒、あとそれからクリーム、あと緑色の3種類です。でケース径が 38mm ということで、日本人としてはねちょうどいいサイズ感の腕時計じゃないかなと思います。で防水性能は20気圧防水、200m 防水とも言い換えられますけれども、やはりスポーツモデルということでこの部分は十分なスペックになってます。デザインは黒とクリーム色緑色の2つで、変わってまして、黒は三角形の泡マーク、そして中心から伸びる放射状の線が、ついてます。で一方でクリーム色と緑色の方は偶数にアラビア数字が打たれてて、奇数の場所は三角形の泡マークで、放射状の線はこの2つの色についてはありません。で共通しているのはインナーベゼルが採用されていることと、あと針ですね、コブラ針、ベンツ針とも呼ばれるんですけれども、自分針秒針のデザインは共通です。それから日付部分にはサイクロップレンズ、拡大して見やすいようにするための拡大鏡みたいなやつですね、それがついているのが特徴です。使われているムーブメントは 4S っていう系統のもので、以前に紹介したキングセイコーで52系のムーブメントを紹介しました。それと同じものです。でかつてね高級機で使われていたムーブメントなので、廃盤になった今でもねこの 4S アルピニストっていうのは人気があります。続いて2003年に登場したのが 8F アルピニストです。こちらは 8F56 っていうクォーツのムーブメントが使われてます。これは年差プラスマイナス20秒っていうね高性能のクォーツで、電池の寿命は10年間、ちょっとね実際使ったらもっと短いっていう報告もあるみたいですけれども、2100年まで、なんですかね、日付を調整しなくていいパーペチュアルカレンダーっていう仕様になってます。で防水性能は10気圧防水ということでねちょっとね20気圧防水より下がってるんですけれども、実はこれチタンが使われてます。チタンの重さはステンレスのおよそ3分の2ぐらいというふうに言われているので、非常にねつけた時に軽い腕時計になってます。それから短い赤い針で24時間針がついてて、少しねデザインのアクセントに、なってます。でモデルの色は黒とクリーム、それから、青がかった緑のこの、3つの色のモデルがあります。でクリーム色については文字盤違いで2種類あって、SBCJ021 の方は、以前のね 4S アルピニストであったような12、2、あと6、8、10、偶数にアラビア数字、それから奇数に三角形のアワーマークというデザインです。それ以外の文字盤は12時1、3時1、6時1、9時1が三角形のアワーマークになっていて、それ以外がバーインデックスという構成です。そして 4S アルピニストから継続して使われているのがインナーベゼルで、これはね共通して、この 8F アルピニストでは採用されてます。8F アルピニストがどれだけね製造されたかっていうのはちょっとわからないんですけれども、 SBCJ023 は限定モデルで、こちらは500個限定のモデルになってます。でなかなかねネットとかのオークションでも出てこないようなちょっとレアなモデルで、セイコーのクォーツの腕時計としてはねかなり高価な値段で取引されてます。で先ほどの 4S アルピニストっていうのはセイコーのメカニカルウォッチっていうねシリーズの中でラインナップされたモデルになります。で一方でこちらの 8F アルピニストはプロスペックス、今でもあるセイコーのスポーツラインの、総称というかブランド名になっているんですけども、その中で用意された、ラインナップの一つとして用意された、腕時計です。でその後2006年に 6R アルピニストがメカニカルっていうシリーズの中からもう一度出ます。でこれまで出ていたアルピニストっていうモデルはそんなに長い期間継続して作られてはいませんでした。
でそれに対してこちらの 6R アルピニスト、その中でもこの、緑色の今一番大きく映っている腕時計ですけれども、こちらは10年以上作られるすごいね、長い期間製造されたモデルです。でムーブメントは 6R15 というものが載っていて20気圧防水になってます。でそれからケース径は現代的に 39.5mm まで大きさが、大きくなりまして、ラグ幅も 19mm っていうなかなかねベルト選びで、困ってしまうようなラグ幅から、20mm、かなりねベルト選びが簡単になる、ラグ幅まで拡大されてます。でそれから発売時期によってね、今回は第1世代第2世代っていうふうに分けたんですけれども、最初の第1世代で出されたモデルは、3色あります。でクリーム色と黒色とあと緑色ですね。で 4S アルピニストと同じように3つともね同じデザインではなくて、黒色だけ別のデザインで、緑色とクリーム色が共通したデザインになってます。でデザインはね本当に 4S を踏襲してて、緑色とクリーム色の方は、偶数にアラビア数字、奇数に三角形のアワーマークになってます。でそれからもちろんインナーベゼルもついてますし、針はコブラ針ですね。一方で黒色の方はデザインが結構変わっていて、コブラ針でもないですし、それからアワーマークですね、それが 4S の場合はちょっとちっちゃめの三角形のね、アワーマークだったんですけれども、ちょっと縦長の、一応三角形にはなってるんですけれども、ちょっと長いアワーマークになってます。これについては少しケース径が大きくなったので、それに合わせたデザインなのかなと思います。それから3つに共通するのが、文字盤からアルピニストっていうロゴがなくなった点にあります。一応ね裏蓋の山彦マークとか、あと裏蓋にアルピニストっていうロゴは入ってるんですけれども、文字盤にね今までのモデルアルピニストって入ってました。この 6R アルピニストから、アルピニストのね文字盤ロゴがなくなります。でこの後、2009年に発売されたのが第2世代の 6R アルピニストです。で見てもらったら分かると思うんですけれども、全然テイストが違いますよね。どっちかっていうとちょっとダイバー風味の、アルピニストになってます。これまでインナーベゼルだったんですけれども、回転ベゼルに変更されていて、針も太くて、剣のようなね、自分針になってます。それからアワーマークも太くてね視認性の良いマークですね。でケース径が 42mm、実はというとこのケースっていうのはセイコーのダイバーで、すごく有名な SKX007 とか、海外仕様の 200m 防水のダイバーあるんですけれども、そちらと同じケースが使われてます。ですのでラグ幅も 22mm ということで、これまでのアルピニストが割と、ちっちゃい小ぶりなモデルが多かったんですけれども、この 6R アルピニストの第2世代はかなり大型化したモデルになってます。で色は、光の当たり方でちょっとね分かりづらいんですけれども、回転ベゼルがシルバーの一番大きなモデル、これ実はちょっと濃い緑色なんですね。でそれから、この右のちっちゃく、写してる方ですけれども、こちらは、黒色です、両方とも。でケースも文字盤も黒のモデルが一応限定モデルという形になってます。で 6R アルピニストでずっとね作られてたのが、最初に紹介してた SARB017、緑色のモデルですね。あのモデルがずっとね作られてて2018年でカタログを落ちしてしまって、今では、新品で手に入れることはできるんですけれども、一応現行ではなくなったモデルになります。でそれが2019年にね、同じ 6R アルピニストの色違いが限定版で出ます。ホディンキーっていうアメリカの、腕時計の専門サイトであり、腕時計の販売もしてる、いろんなレビューとか販売とかをしてるような、腕時計の情報サイトなんですけれども、そこがセイコーとコラボして US リミテッドっていう形で青色のアルピニストを出しました。でこれが2019年の2月ぐらいに発表されて、かなりね話題になった、腕時計です。でスペックとしては第1世代の 6R アルピニストと全く同じです。でただね限定が
1959個。これは最初のアルピニストが出た年にちなんだ、数になってます。で色もね、ブルーに、シルバーの文字盤という形でかなりねクールな、すっきりした、デザインになってます。でこちら1959個限定ということで、限定数としてはねそこまで絞られたものではないんですけれども、アメリカ限定ということもあったし、あとアルピニスト自体がね結構人気のあるモデルなのでなかなかね手に入りづらい、今ではプレミアがついてるモデルになってます。でここからはアルピニスト直系の、シリーズとはちょっとね外れるんですけれども、最初に紹介した、アルピニストではないんですけれどもアルピニストの親戚みたいなモデルを2つ紹介したいと思います。で1つ目がスポーツ200モデルって言われるタイプのものです。で見てもらったら分かると思うんですけれども、これ 4S アルピニストと全く同じなんですね。緑色、クリーム色、黒色、あと、スペックも全部一緒です。でこれは何かというと東南アジア向けに作られてた、アルピニストの、名前違いのモデルですね。スポーツ200っていうモデルで、発売されてました。でアルピニストっていう名前を使ってないので実は裏蓋も、波マーク、シルバーウェーブに使われているような波マークがついていて、アルピニストではないんですけれどもアルピニストと全く同じ仕様になっているっていうちょっと不思議なね時計です。でそれから東南アジア向けに作られてたモデルということで、実際 4S のアルピニストも数がそこまでねたくさん出たっていうわけじゃないと思うんですけど、それよりも数が少なくて現存するものが少ないレアなモデルになってるみたいです。さらに紹介するのがアルピニストデジタルです。こちらはアルピニストっていう名前をねセイコーが使って作ってるんですけれども、なんでねアルピニストっていうシリーズから外したかっていうと、アルピニストのロゴもついてないし裏蓋に山マークがついてるわけでもないし、ペットネームがアルピニストっていうのが共通してるだけなんですよね。なのでちょっと直系のあの流れの中に入れるのはちょっと個人的な抵抗があったので、アルピニストっていうシリーズの親戚筋の、モデルとして、ここでは扱います。でこれ2014年に発売されて、実際のね山登りの人が使えるような、本格的な、アウトドアウォッチになってます。でデジタルなんですけれども、気圧計とか温度計とか、高度計測なんかができたりするような、実際の山登りのギアっていうんですかね、そういうものとして使えるような、モデルです。でここまで歴代のアルピニストのモデルを、紹介してきました。でアルピニストっていうモデルは、そのねアルピニストのロゴが入ってるっていうのが、一つの象徴なんですけれども、それ以外にもデザインのテイストだったり、色使いだったりいろんな、アイコンとなるような、デザインがあります。でそれをちょっとね表というかグラフでまとめてみたのがこの図です。で左から文字盤アルピニストロゴ、これがついてるのが、この水色のねバーで表されたモデルになります。でそれから裏蓋の山ロゴ、あとインナーベゼルが採用されたモデル、放射状の線が、使われてるモデル、あとそれから、これは後の方にね出てきたモデルになりますけど緑の文字盤が採用されたモデルです。でこう見ると伝統的にずっと使われてる、象徴となってるデザインもありつつ新しく、採用されたり、なくなってしまったデザインもいろいろあるっていうことが分かると思います。でその中で 4S アルピニスト、これをねずっと横に見ていってください。そしたらいろんなね伝統的なデザインも受け継ぎつつ新しいデザイン、新しい挑戦の始まりでもある時計が、4S アルピニストなんですね。なので 4S アルピニスト私も好きなんですけれども、かなりね人気があるっていうのはこういう部分にあるんじゃないかなと、個人的には思ってます。で続いてそれぞれのねモデルの相場価格を表したのが、この図です。でなかなかね相場っていうといろんなバリエーションもあって一概に言うこと難しいんですけれども、大体の感覚でねちょっと作ってみました。で最初に、紹介しているのが 8F のアルピニストです。でクォーツの腕時計っていうのは中古価格が、下がってしまうのが常なんですけれども、 8F のアルピニストについては
とてもね人気があるモデルなので、今でも、比較的ね高い値段で取引されてます。であまりね備品と言えないような傷だらけのモデルで5万円を切るぐらいですね。4万円台とかで、ある程度きれいになると5万円から6万円ぐらいで、取引がされてます。8F アルピニストを紹介したところで、限定モデルのちょっと青みがかった緑のモデルを紹介したと思います。あれは500個限定の SSASS モデル、SAS モデルって言われてるタイプなんですけれども、これは今非常にレアで高値で取引がされてます。でこのね、図では振り切ってるような感じなんですけれども、ちょっと出物が少ないので相場がいくらっていうのははっきりしないですけれども、どんなに安くても30万は切らないモデルです。この間オークションで見たら40万円で落とされてましたし、ヤフオクですね、ヤフオクで40万円で落とされてましたし、その前に出た時も確か40万円ぐらいでね落とされてたような記憶があります。セイコーの腕時計のクォーツのモデルで言えば、1969年に最初に出たアストロンというモデルありますね。あれは今でもねめちゃめちゃ高く取引されてます。もう100万円ぐらいで取引されてるみたいなんですけれども、それを除けばねクォーツのモデルでここまで高く取引されるモデルっていうのはちょっと他になかなかちょっと思いつかないですね。それぐらい、希少で人気のある、こちらはモデルになってます。で続いて 4S アルピニストです。こちらは5万円台から、かなり綺麗な状態のもので8万円とか、10万円はあんまりいかないかなっていう感じのモデルです。でね、いろいろ色によって人気があるんですけれども、緑色のモデルは、案外ね出物が少なくて、私もちょっと一つ欲しいなと思うんですけれども、なかなかねまだ買えてないモデルになります。で 6R アルピニストですね、こちらは、今でもね Amazon とかで新品で手に入ります。新品で Amazon で今5万円ぐらいかなで手に入ります。で中古価格だと3万円台で、3万5千円とか、4万円をちょっと切るぐらいでおそらく買うことができると思います。これはかなり備品のものでも買えると思います。でただね、この 6R アルピニストの中でも、最近出た US リミテッドバージョンは今プレミアがすごいついててですね、約10万円をちょっと超えるぐらいで、取引されてるみたいですね。あんまりヤフオクとかで出てるの見たことないですけども、 eBay みたいな世界的なオークションサイトで見るとやっぱり、11万とか12万とかそれぐらいの値段で出されてますね。どれぐらいそれで買われてるかっていうのはちょっと把握してないですけれども、かなりもう倍ぐらいの値段で、取引がされてるのは間違いなさそうです。で初期世代のチャンピオンアルピニスト、チャンピオン850アルピニスト、それからローレルアルピニストですね、こちらについては、人気がある、モデルと、あとそれから人気がないモデルでね結構幅があったり、それからあんまり綺麗な状態で残ってるものが少なかったりとかですごい値段の幅があります。おそらくかなり綺麗な状態で残ってる、モデルについてはもう10万円近くするんじゃないかなと、思います。10万円越したとしてもね全然驚かないです、この辺は。ただねシンプルなアルピニストありますよね。あれがそこまで人気ではないので、ああいうモデルはなかなか5万円は超えないと思いますね、綺麗な状態でも。ただチャンピオンアルピニストの外周が黒くて白の斑点がついて三角形の12時位置の斑点もついてみたいなモデルは結構人気があるので、綺麗な状態だとかなりね値段はしますね。おそらく、備品で5万円以上ぐらいですね。ここまで歴代モデルをいろいろと紹介してきたんですけれども、おすすめのモデルをねちょっと3つ紹介しておきたいと思います。でそれぞれねチャンピオンアルピニスト、 4S アルピニスト、 6R アルピニストです。でねラインナップがいろいろあるので、その中でもね色を限定して今回は、文字盤のデザインを限定して紹介してます。でまずねチャンピオンアルピニスト、これはねチャンピオン850アルピニストとテイスト似てるので、今回たまたまチャンピオンアルピニスト選んでるんですけれども、チャンピオン850アルピニストも同じようにおすすめです。まずこれは何がおすすめかというと、やっぱりデザインですね。1960年代前半っていうねかなり古い
時期のものなんですけれども、放射状の線がついていて、で外周の黒いところが、白斑点されていて、すごくねレトロなんですけれどもかっこよくて、スポーティーですごい魅力があるデザインになってるかなと思います。でそして、山マークですね、これが最初に使われたモデルっていうのも、アルピニストっていうシリーズの中では意味のあるモデルに、なってると思います。そういう意味ではね初期世代の象徴っていうふうにね言い換えても、いいのかなと思います。で2つ目が 4S のアルピニストです。でこちらは緑色と黒色結構ねどちらも象徴的なデザインなので迷うところなんですけれども、私としてはね、黒色の方をおすすめしたいと思います。でこのモデルのいいところはまずね文字盤にアルピニストっていうのがちゃんと入ってるところですよね。やっぱりこれがいいし、あとそれから先ほどのチャンピオンアルピニストから受け継いだ放射状の線がこう入ってて、でそれから外周のね部分はインナーベゼルっていう形で、別の形で表現してるっていうね、こういう伝統を受け継いだ、すごくねいいモデルだと私は思います。3つ目が 6R アルピニストの SARB017 です。こちらのモデルは10年以上作られた、モデルですので、長らくアルピニストっていうモデルの顔として扱われてた、時計です。なのでやはりね、おすすめのモデルとしては、上げざるを得ない時計の一つと言えると思います。で珍しい緑色の文字盤にインデックスは金色ゴールドですよね。これがすごくスポーティーなんですけれどもちょっとドレスっぽくもあって、旧世代のチャンピオンアルピニスト、それから、それを受け継いだ 4S アルピニストのこの黒色モデルに対してすごくね、新世代のアルピニストの象徴的な、デザインというふうに言えるんじゃないかなと思います。ですごくねおすすめのモデルを選ぶときに 4S アルピニストも緑色があるのでその緑色のモデルでもいいんじゃないかなとちょっと思ったんですけども、そうなると 4S アルピニスト緑 6R アルピニスト緑ってなって緑がかぶるんで、ちょうどねベージュがあって、黒があって緑があってっていう3色、色もねそれぞれありますしテイストも全然違うのでおすすめとして3つ挙げるとしたら、この3つに、落ち着きました。で緑色の文字盤っていうとやはり一般的ではないんでなかなかね手を伸ばそうと思ってもちょっとこう引っ込めてしまうようなね、ところがあると思います。ただこのアルピニストは本当にねいろんなベルトがあって順応力の高いね、モデルなんですよ。それをちょっと皆さんにね知っていただきたくて、それぞれ革ベルト、ステンレスベルト、ナトーベルト、メッシュベルトをつけた画像を用意しましたので見ていただきたいと思います。まずはノーマルの革ベルトです。これは純正で最初からついてる革ベルトで、黒子の型押しをされた牛革の革ベルトですね。結構ね硬めのベルトで、スポーツ向けのベルトということでそういう風にしたんだと思うんですけれども、何かに巻いてちょっと手首の形つけてないとそのままつけると結構硬くてね、使いすぐに馴染むっていうような感じではないですね。ちょっと時間が馴染むまでかかりそうな革ベルトです。でもねデザインとしてはねとても、この緑色に合った、ちょっと赤みがかかった茶色ですごくねこれはこれでかっこいいと思います。でこういう革ベルトがスタンダードだとすると、ちょっとね少しワイルドな、革ベルトもつけても合います。でこの画像のようなねクラシックなステッチ、ちょうどラグからすぐの部分を、こうね2箇所パンパンって留めてるようなデザインの革ベルトですね。最近結構増えてきてますけれどもこういうのをつけてもねもともとのデザインがクラシックなテイストなのでとてもね合いますよね。それから、緑色と茶色っていうことで、非常にねなんかバランスがいいというか木を見てるようなもんですよね。茶色の幹があって緑色の葉っぱがあるみたいな感じですごくねなんか落ち着く色の組み合わせなんですよね。でこれは、少しねクラシック寄りの、組み合わせなんですけれども、ちょっと現代的なちょっとスポーツ寄りの革ベルトもすごく合います。
でこの写真のようなねちょっとステッチが内側に寄っててこんもりしてるようなモデル、結構ねミリタリーとかパイロットウォッチなんかに使われるようなテイストの革ベルトです。で元がアウトドアのね、スポーツウォッチなのでこういうちょっとスポーツ寄りの革ベルトをつけても非常に馴染みますよね。かっこいいですよね。続いてはステンレスベルトです。こちらの緑色の SARB017 は革ベルトなんですけれども、もともとは同じバリエーションの、モデルにはステンレスベルトが、純正でねこうついてるモデルもありますので、それがね流用できて、つけることも可能です。で純正のステンレスベルトは、写真と同じような3連の、コマになってるステンレスベルトです。で純正以外では、写真のようなねこれは太鼓ノートっていうところから出てるアルピニスト用の、3連ゴマのステンレスベルトなんですけれども、これも結構一般的に使われているステンレスのベルトです。で、スタンダードなねステンレスベルトなので、こういうのを合わせても全然違和感が、当然のことながらありませんね。でそれから5連のステンレスベルト、ちょっとね5連で、中の2コマが直線的になってるちょっとスポーティーな5連の画像はステンレスベルトなんですけれども、こういうのを合わせてもね、すごいしっくりきますよね。でインナーベセルの、デザインとか、ごちゃごちゃしている部分も、文字盤の中にありますので、ちょっとブレスが複雑でごちゃごちゃしたブレスでも、文字盤と合わせてみるとすごくねバランスが取れた、トータルコーディネートになると思います。で次にジュビリーブレスって言われるようなね、中央のところが、細かなコマになっているようなタイプの、バンドです。でこういうベルトでもねすごくしっくりくるのは SARB017、 このアルピニストはベゼルの部分は、ポリッシュ鏡面の加工がされているんですけれども、ラグの部分は艶消しの、仕様になってまして、そういう艶消しのベルトでも、あとポリッシュされた鏡面の、鏡面加工されたベルトでも両方ねしっくりくるんですよね。なので図のようなねジュビリータイプの、中ゴマが鏡面加工されたモデルでもベゼルからの流れですごい馴染んでかっこよく、つけられるんですよね。それで次に紹介するのがゴールドとシルバーのコンビブレスです。でコンビブレスってなかなか抵抗があってつけるのを戸惑うような、イメージがねやっぱりちょっと高齢の方がつけてたっていう感じがやっぱりどうしてもあるので、あんまりね自ら進んでつけるっていうことはないかもしれないですけど、もしもねこういうブレスと合わせてもアルピニストっていうのは結構かっこよくつけられるんですよね。やっぱり緑色の文字盤にこのゴールドの、インデックス色をしてますよね。なのでコンビブレスつけてもその中のね、文字盤の中のゴールドとちょうど馴染んでいい感じになります。でそれからやっぱり黄色と緑の相性がいいみたいな感じで、金色とね緑ってやっぱり違和感なくね、馴染むんですよね。で海外ではアルピニストはスポーツモデルとしてももちろん、人気があるんですけれども、同じようにドレスウォッチとしてもねすごい評価が高いんです。でその理由の一つがこういう形でゴールドのブレスとかゴールドの入ったブレスと合わせてもすごくかっこよく綺麗にまとまるっていうところにねあるんじゃないかなと思ってます。続いてはナトーベルトです。で文字盤が緑なので緑色のナトーベルトを合わせるのが、一つのセオリーだと思うんですけれども、左側は一般的な、ナトーベルトですね、カーキ色の。で右側は少し生地の粗いナトーベルトになってます。ちょっとステッチも粗く、ワンポイントでねこうパッ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 とこう入っているような形の、デザインです。でどちらもねやっぱりアウトドア色がすごい強調されて馴染むねデザインになってるかなと思います。ナトーベルトといえば今みたいな単色のタイプのもの以外にもストライプの入ったものですね、そういうの一般的にあります。で、いろいろストライプの色の組み合わせあるんですけれども、アルピニストと合わせてこう写真を見てね一番かっこいいなと思ったのはこのブラックとカーキの、ストライプのナトーベルトですね。いやこれ見た時にちょっと今度自分でも真似しようかなって思うぐらいちょっと、びっくりしたというか、かっこいいなって心から思いましたね。
さらに続いてはメッシュベルトです。でメッシュベルトっていうとやっぱりね、私もそうなんですけど、おじいちゃんとかすごい高齢の人がつけてたイメージがすごくあるので、最初は抵抗あるかもしれないですけど、つけるとねすごい使いやすいし、あとそれからやっぱこう目の細かいメッシュベルトだとおじいちゃんっぽくなるんですけど、ちょっと粗めのね、メッシュベルトをつけるとすごくスポーティーで、しかもただのスポーティーじゃなくてクラシカルなスポーティーの、雰囲気が出てすごいねおすすめなんですよ。だからこういうクラシカルなアルピニストのデザインとメッシュベルトっていうのはすごい相性がいいと思います。で画像を見てもらったら分かるように、こうつけててもねすごい全然違和感がないし、この粗めのメッシュベルトっていうのがねすごい、このアルピニストの緑色っていうのをね引き立てるんじゃないかなと思います。でね、写真はちょっと私の腕じゃないんですけど、割と毛深い方だとちょっとまあこう言っちゃなんですけどだと思いますので、ちょっとメッシュベルトすると挟まって痛いんちゃうかなとかって思ったりもちょっと心配になったりもするんですけれども、こういう人がつけてもねすごいワイルドになってもう余計かっこいいですよね本当に。で写真のメッシュベルトは、ラグの部分が直感になってて、すごくね、綺麗にラグの部分見えますけれども、もう少しねワイルドにしたければシャークメッシュっていうねベルトのタイプがあります。でシャークメッシュのベルトは、もちろんねメッシュのチェーンの部分がまたねちょっと大きめになってるっていうのもあるんですけれども、最後ベルトをラグの部分とつなぐ時ですね、そこが直感になってなくてむき出しなんですよね。なのでこれをなんていうんですかね、つけると超ワイルドになって、ものすごくなんかこうアウトドアでスポーティーで、そういう部分が強調された見た目になります。特にね結構腕っぷしが太くてがっちりした体型の人なんかがこういうブレスでアルピニストつけてたらほんとかっこいいなっていう風にね、見えるんじゃないかなと思います。でここまでいろんなベルトをね緑のアルピニストに合わせてきました。好みはねそれぞれあるかもしれないんですけど、私はどれもかっこいいし、緑のアルピニストの、最初に言った順応力ですね、もう何にでも合うんですよね。緑の時計ってなかなかないせいで、なんかちょっとコーディネート的にどうなのかなって思うかもしれないですけど、いざこうやってベルトと合わせてこう見ていくとすごいね何でも合うんですよね。そこが緑のアルピニストの、魅力の一つ、凄さの一つかなと思います。すでにスタンダードな白文字盤とか黒文字盤を持ってる人が何かこうプライベート用とかスポーツ用に腕時計欲しいなって思ったら、私はねこの緑のアルピニストとてもおすすめします。今回の動画ではアルピニストというシリーズを紹介してきました。で見ていただいたら、なんとなく分かっていただけたかなと思うんですけども、アルピニストっていうモデルは伝統で受け継いできた部分と、それをね現代的に、解釈して、変えてきたり、もしくは新しいテイストとして追加してきたりっていう風な、そういう伝統と革新っていうすごいバランスがねいいシリーズじゃないかなと個人的には思ってます。で見た目の良さはもちろんのこと、そういうブランド、シリーズのねスピリッツみたいなのがすごいあって、私はこのアルピニストっていう、モデルアルピニストっていうシリーズが、大好きなんですね。でこの動画でアルピニストの良さっていうのをねどれぐらい伝えられたかってはちょっと分かんないですけど、でも動画を見た方がね、アルピニストっていいモデルやなとか、アルピニスト私も買ってみようかなとかって思っていただけたんならね、非常に私は光栄ですね。今回の動画はここで終わりですけれども、またね、次の動画作っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。